来ちゃいました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、2024年 RCDC でね、オーバードーズさんの方やってまいりました。はい、よろしくお願いします。はい、今日はねちょっとねドアがなくて申し訳ないんですけれども、新製品の方もいろいろあると思うんですけど、じゃあまずボディいきましょうか。ボディじゃじゃん。はい、マーク2ですね。マーク2ですね。これうちのウェルドの実写の方のね、エアロパーツがあるんですけど、それを装備した形のボディになってます。あ、りょうくんが乗ってるやつだよね。りょうが乗ってるのがそうですね。結構ね深い形してたりするんですけど、これね部品としてはフロントバンパーが別体なだけなんです。あとはメインのボディとバンパーっていうか、あとはライトバケットですね。なので組み立ても割と楽だと思うので、うちにも在庫あるんですよ。買っていただいたんですよね。そう買ったんですよ。エアロ付きの元々の形がそういうエアロがついた形になってて、でサイズ的にはフルベースが258ミリで、幅は前後ともに200ミリ。ホイールアーチとかの高さも割とちょうどいい形位置になってると思うので、フェンダーとかこういう位置を合わせても、まあそれなりのこの高さは確保できてるので、なるほどね、使いやすいボディだと思います。後ろからこの辺のへこみ具合がかっこいいね。次はどれいきましょう。新商品、年末に向けて出させてもらう。あれこれ何？これ今受注してるところなんですけど、来年3月の発売予定で、ハイグレードショックのスペック4ですね。4代目のハイグレードになります。まあ何が変わったかっていうと、一番はもうデザインを結構頑張って変えました。でスペック3になって、結構時間が経ってたので、まあちょっとてか今のオーバードーズの流れのデザインにしたかったっていうのがまず一つですね。結構大胆にデザインは変えたつもりなんですけど、穴開いちゃってるみたいな感じにもなってるので、これは予算がなかったんですか？そういうことですね。材料使えない。材料使えない。でも頑張って削ってる。捨ててます。高い方ですね。すみません。で、あとね、形だけじゃなくて、ピストンをちょっと仕様変更して、ピストンの穴系を従来のコンマ6からコンマ7に変えました。でよりこう初期の動きをスムーズにする形で、あと専用のレンチなんですけど、ここのねアジャストナットのデザインが従来、実写でいうとこの引っ掛けスパナが使えるような形だったんですけど、それを変えたので引っ掛けスパナの必要がなくなったんですよ。なるほど。だけどこのね8ミリのスパナがないとこれ組み立てができないので、8ミリを残しつつ、今度は7ミリ、上のねトップキャップが7ミリなんですけど、それが使えるようなこの両口のスパナ付属させましたので、これもまたちょっと、変わった部分の一つではあります。であとこっちのハイマウントキット用のモータープレート、従来のハイマウントキットがないと使えないものなんですけど、ハイマウントキットって例えば正トルクで半トルクでモーター位置がこう前真ん中後ろ選べるようになってるんですけど、それを正トルク側、スパーギアが車体の右側にいるパターンですねだけに特化して、で全体をこうコンパクトにしました。軽量化したかったのと、あとは取り付けの合成を上げたかったので、板圧もちょっと稼いだりとか、なるほど、今よりコンパクトにしてボディへのね干渉とかもちょっとあったので、正トルク側に特化することでそういうふうに。であとこれ言っときましょうか。これはピカソの絵ですか？はい。これ何ですかね？セッティングボードですね。アルミのセッティングボード。全くセッティングボードらしくないですけどこれ削り出しですよね、アルミの。そうですね。で今回紫と赤と2種類あって、でその色ごとにもうデザインを全然変えちゃいました。それぞれ200枚ずつ、世界200枚限定、紫と200枚ずつ、200枚ずつ、結構プレミアがついちゃうやつだね。結構ね、手に入れにくいものにはなってしまうかもしれないです。これもう予約が今問屋さんと、あと小売店さんに向けては、今予約を開始してます。で結構ね、いい感じで掘れてるんですよね。深さもあるし、でこういう小さいスカルも線が細いので、結構加工するのが大変なんです。全部掘ってありますから、レーザー一切使ってないんで、シリアル200分のいくつっていうのを、これも全部切削で、これね1日に2枚ぐらいしかできないらしいんですよ。そんだけやばいね。紫の方なんてね、すごいこう結構えぐいぐらいの彫りが入ってるので。これもドクロ？これはうちのフレアのウェルドロゴ、ここがねウェルドになってる。ああ、なるほどなるほど。かっこいいね。フレアのウェルドもロゴがあるんですけど、それをもっとこうちょっともうちょっとデザインして、あとこれうちの
レーシングサービス、毎回やってますけど、オーバードーズレーシングサービスね、オイルも、使ってる方でね、ユーザーだったら使い放題っていう、いろいろなアドバイスもね受けれるということで、そうですね。あと OD さんだとサポートドライバーもいっぱいいるんでね、そうですね。優しく教えてくれるもんね。彼らの方が実践的なノウハウは持ってると思うので、であとはその部品のね使い方だったりとか、そういうのは僕に聞いてもらえれば、なるほどなるほど、いろんな数字的な部分だったりとか分かると思います。これは TC のシャーシで2つのピースになってるので、ここでホイールベースが変えられたりとか、今までの OD にはなかったタイプだねこれ。そうです。だいぶ柔らかいです。ただ板厚はね同じノーマルと同じ 2.4 なんですよ。だから見た目ほどではない。なるほどね。アッパーシャーシが今これカーボン、ノーマルのカーボンですけど、これアルミを使ったりするとやっぱりそこそこ合成はあるので、なので見た目ほどではないです。だいぶふにゃふにゃなのかなって思いますけど、そんなことはないですね。あとこれバッテリーホルダーですね。でこれこうワンタッチでこれひねっとポカポカ叩いて、でこれ閉じるともうロックされるっていう、なるほど、ワンタッチでこうバッテリーの脱着ができる。回すとこれがオープン、これで開いてで閉じてロックと開かなくなる。この開いたり閉じたりするやつは陽動さんの1000倍特許じゃないですか。いやまあね。すみません、調子狂っちゃったね。なんか怒ってますよね。いやそんなことない。そうです。じゃあ次行きましょう。こっちのブースが取り扱いをさせてもらってるバズブレイクっていうブランドの商品になります。なるほど。今回の指定タイヤになってます。で今回指定タイヤはこっちの 26mm の方なんですけど、一応近日中に30mm も登場する予定です。これがね、これがドリフトスターっていうやつですね。でこれがバリノの祭りですね。ブリーバーの祭りっていうタイヤで第3弾でこの東洋、これね皆さん質問される方も多かったんですけど、これこっち今ね 30mm ですけど、同じタイヤが2本パッケージされてくるんですよ。これは右と左間違ってんじゃないの、ちょっと質問を受けることがあるんですけど、これね本物の東洋タイヤさんのこのクロクサスの R88R っていうタイヤがそういう使い方なんです。アウトサイドは決まってるんだけど、ローテーションが決まってないタイヤなんですよ。なので今こう使ってるタイヤを、例えばこれ右、車体の左に入ってたら、右は今度こっち向きなんですよ。そうだね。こういう向きで、そもそもそういうタイヤなんで大丈夫ですよっていう感じです。であとはこの辺、これこれは従来からある商品なんですけど、トアミラーのと、あとナンバープレートですね。セットと、あとこっちがクーリングパーツセット、インタークーラー、オイルクーラーとラジエーターと電動ファン。これいっちゃいましょうか。じゃじゃん。これが最初にやらせていただいたバズのスペック R のシリーズ。これがオーバードーズでいうとこのR スペックと同じ材料を使ってるハイトラクション系のホイールになります。でこれそれぞれこんだけのラインナップで26mmと 30mm という形でラインナップしてます。であとこっちの分がですね、これ上の3つがこれアルミになります。話題のアルミホイールです。話題のやつ。話題のやつです。でこっち下がABS。じゃあこれよりもこっちは硬いの。ちょっと硬い感じですね。でこっちは両方ともどっちかというとちょっと硬めなので、フロントに履いた時に転がりが良くなるという感じなんですけど、合わせてそのアルミの方って重量がやっぱ樹脂よりもちょっとあるんですよね。なのでその合成がありつつ重たいので、フロントがねものすごく走るんですよ。で走るんだけどこうずれないというか、そういう形なので試された方だいぶ好評です。トレッセも上がるし、走るし、結構ね好評いただいてて、ちょっと品薄中で申し訳ないね感じなんです。これ大人気で全く足らん。この本当にねそんなにぶっちゃけ売れると思ってなかったみたいで、でも今後もねなんかいろいろ面白い来るっていうのを考えてるみたいなので、バズブレイクの方でちょっと楽しみにしといてもらいたい。わかりました。あとこっちは販売の方ですね。じゃじゃーん、出ましたね。辻田君登場です。辻田です。はい、よろしくお願いします。バズブレイクのグッズです。まだ、発表前の新製品とかも出しちゃってます。この辺そうですね。なるほど、キーホルダーね。はい、これも近々案内を出すので、このカタカナのが可愛いです。あとこの辺はもう以前発売してたものと、あと今新商品のタトゥーシール。
タトゥーシールこれね体に貼れる？はい、体に荒れます。お風呂には行けなくなります。お風呂ドクロなくていいの？バズの方なんで。まあこれバズバー、じゃあヨードさん別になくても入ってるんで、知ってます？はい、背中にラジコンって入ってるんで。前に、バズブレイクのホイールに初回限定でついてたリムステッカーをカラーにアレンジし直して、で今度は限定じゃなくて販売するやつですね。これも先行発売なんですけど、ネックストラップ、バズブレイク1種類と、まあオーバードーズ2種類ですね。これねリバーシブルで色がそうですね、変わってるんで。あとはまあこれももう既存の商品ですけど、ピットマットね。はい。こっちはオーバードーズの方の、販売商品。欲しいです。トリプルステアリングワイパーのベースですね。はい。ステアリングユニット全体を前に出すことができるんです。そうすると赤マンとかその辺がより出しやすくなるパーツなので、普通であれば突き出し量に変えてやるんですけど、トリプルインクって突き出し量をあまり多くしちゃうと、ちょっとこっちが想定しているよりもそれ以上の動きをしちゃうことがあるので、じゃあ突き出しを減らしつつ全体を前に出してで適正化してあげようっていう商品。なるほどね。オーバードーズの商品ね、出ると結構なくなっちゃうものが、完売したものが多いので、シーストはぜひ予約の方よろしくお願いいたします。ます。お願いします。それじゃあさよなら。危ないよ。危ないよ。危ないよ。高級品だし。はい。